どうも、ゆいたたチャンネルのゆりです。今回の動画は、嵐山で食べて、いや、どんだけ食べんねんってくらい食べまくる動画になってます。そして今回は、お店の方たちとの交流もたっぷり、心がポカポカになる、そんな動画になったと言っても過言ではない。ってことで、嵐山の街を食べて飲んでふらっと歩くほろ酔い散歩の始まり。はい。ってことでね、京都の街を車と並んで車道を走るちんちん電車こと路面電車嵐電に乗って嵐山に向かいます。はい、これが嵐電です。嵐電の車窓からのこの光景を見ると、京都帰ってきたなーって思う。景色も空気ものんびりしてて、このゆるさがいいのよね。ってことで嵐山到着。観光客たくさん。はい、これが嵐電嵐山駅です。観光客たちに紛れてベンチに座り、友達待機。外国人だらけで逆に私が海外気分。友達と合流して、とりあえず一杯飲むかってことで、お酒から探していく。お土産屋さんの一角に素敵な日本酒売り場を発見。ビールを買いに来たと伝えたのですが、ぜひ飲んでってとおっしゃっていただいたので、お言葉に甘えて試飲させていただくことに。それと、その隣は瓶小さくしてるのは炭酸は入れてません。美味しい。中杯ですわ。で、これもノンシュガー。自然のままです。おっちゃんが次から次へとノンストップでついでくれるんだけど、この時まだ午前中。しかも起きてから何も食べてなかったからお酒が回る。もうこの時点で4種類くらい飲ませてもらってんの。試飲ってこんなガブガブ飲ませてくれるものですっけ？しかも一杯そこそこしっかり量入れてくれるから、マジで試飲だけで酔っ払っちゃうレベル。ここでストップしよっか。はい、お店のおっちゃん全種類ついでくれる勢いだったので、自らストップ宣言させていただきました。試飲できる日本酒の種類はこんな感じだったんだけど、お店のおっちゃん、私たちに本当に全種類飲んで欲しかったみたい。そしておっちゃん YouTube 顔出しいいよーとのことだったので、ツーショットいただいちゃいました。いっぱいいただいちゃってます。どうぞ。ありがとうございます。この顔もね、海外へ出回ってる。ご出演いただきありがとうございました。今から食べ歩きで日本酒は荷物になってしまうので、こちらではビールを購入。そして桂川見ながら飲もうってことで、飲む前にちょっとかっこよく撮影してみた。京都のビール、ブラウンビール、風強。ってことで、乾杯。一口目から香ばしい。なんかビール界のキャラメルポップコーンみたい。甘くはないけど、香りが癖になる感じ。飲んでたらね、やっぱりおつまみ欲しくなってきたので、再び目の前にあったお土産屋さんへ、酒のあて潜入調査。京都のおかきや漬物美味しそうだなぁと思いながら徘徊していたら、いいもの発見。きゅうりの漬物丸かじりなんて最高のおつまみじゃないの。さっき飲ませていただいた日本酒も回ってきているのか、きゅうり待機中も一人でルンルンです。
下を向けると落ちます。この向けるお待ちください。ありがとうございます。このキュウリ、手に取ると思ってた以上に大きい。エクスカリバーのごとく勇ましくキュウリを手に、先ほどの川辺へ移動。優しい味わいのキュウリ一本漬け。こりゃうまい。渡月橋と桂川を眺めながら美味しい漬物キュウリを丸かじり。そしてビール。最高の食べ歩きスタートかな。この日は10月半ばでまだちょっぴり暑い日だったので、冷たくてさっぱりとしたキュウリの一本漬け最高でした。そしてこちらは友達が飲んでいた柚子クラフトチューハイ。日本酒飲んだ後だしゆるいお酒でチェイサー代わりにチョイスしたらしいけど、こちらまさかの度数 8%。続いてのグルメは湯葉チーズ。チーズが入っている魚のすり身を湯葉で巻いて揚げてるんだって。種類もいろいろあって迷うやつ。はい、今回は湯葉チーズと湯葉明太をチョイスしました。湯葉チーズから。はい、美味しい。かじると濃厚なチーズの風味と、からりと揚がった湯葉の香ばしさが口いっぱいに広がる。あとね、結構思ってたよりも大きかったですね。おやつとしてはもちろんなんだけど、お酒のお供にも抜群な味わい。人気店ってことで店前結構並んでたけど、提供スピードが速いからすぐ買えたよ。そして続いて湯葉明太。こちらの方が重量感あってお腹にくる感じだったかな。両方文句なしに美味しかったけど、個人的には湯葉チーズの方が好みでした。ってことでパクパクっと完食です。はい、ガンガンいきます。次はお肉食べるよ。京都和牛串と牛タン串を注文。カメラ回してたらお店の方がおもむろにお肉持たせてくれた。ただ重さ10キロだったのですぐに力の限界。面白い絵を撮らせていただきありがとうございました。とそんなことしている間に串焼けた。和牛とタン。ではでは、いただきます。まずは和牛から。一口かじるとじゅわーっと肉汁。もう最高。幸せの塊。いやー、これ一口で日本酒いけるやつだわ。おもむろに乾杯。冷えたビールも最高っす。続いて牛タン。タンもプリップリ。この弾力、もはや歯のエクササイズ。噛むたびに旨味がジュワーっと出てくる。いや、もう最高の筋トレですわ。うまいうまいと連呼しながらテンション上がってお手拭き広げてたら、勢い余って破れた。今回はずっと座って食べて飲んでじゃないから、いつも以上に食べ飲みできる。そして食欲の秋だからさ、腹キャパも通常よりもでかいのよね。だから肉食べながらも次は何食べようか考え中。そうこう考えてる間にお肉も完食。ごちそうさまでした。で、ちょびっと残ってた京都ブラウンエールも監修。はい、
そして次のお食事の前にせっかく嵐山来てるので一応観光もしとこうってことでね、観光客で賑わう竹林ゾーンにも行ってきました。なんかすげえマイナスイオン出てる感じするよね。映像からも感じない？はーい、ご覧の通り360度竹でございます。あとはなんかアーティスティックな竹のオブジェがいろいろありましたので、珍しく映えてる映像がたくさん撮れて、私ご満悦。後編1軒目は、臼井急商店さん。いやー、風情あるいい佇まいですこと。こちらでは抹茶ビールをいただきます。では、乾杯。色味が青汁だから苦いかと思いきや、意外とすっと飲める。ホップのほろ苦さが心地よくて、後味はさっぱり。そこに抹茶の香りがふわっと重なって、なんだか大人のご褒美みたい。まろやかな泡がまたいい仕事してるんだよね。趣のある店前でちょい飲み、たまりません。ってことで、抹茶ビールあっちゅう間に完酒です。帰る際にお店の方にごちそうさまとお伝えし、しばし談笑。とってもチャーミングなおばちゃんで、心がポカポカになりました。はい、続きましてはこちら、中村屋総本店。こちらお肉屋さんですが、私のお目当ては揚げ物。こちらのコロッケがすごく人気と SNS で書いてる方が多かったので、めっちゃ楽しみにしていたお店。うまそげすぎる。ってことで念願のコロッケ入手。いただきます。外はサックサク、中はあちあちホクホク。噛むたびにじゃがいもの甘みがじんわり広がって、とろっとした口当たりがたまらない。お肉は控えめで、どこか懐かしい優しい味。派手さはないけど、こういう素朴なコロッケが一番落ち着くんだよな。はい、乾杯。キンキンに冷えた缶ビールをさりげなく置いてくれてるところ、最高すぎるて。わかってる。こういう気配り、ほんと嬉しい。控えめに言わず、神。揚げたての熱々コロッケに冷え冷えビール。もうこれ反則級のマリアージュだわ。ホクホク激うまコロッケをちょろりと平らげまして、大満足するかと思いきや、しません。コロッケと一緒に注文していた牛串カツが上がりました。衣のサクッとした音と同時に、じゅわっと広がる肉の旨み。これ、思ってた以上にしっかり牛。噛むたびにコクが出てきて、ビールの苦味と合わさるともう口の中が宴ですわ。そして食べてる間にめっちゃお店にぎわってた。近所にこういうお肉屋さんあったら最高だな。ごちそうさまでした。はい、ガンガンいきます。今日漬物といえば西里さん。あれ、もうお土産買いに来たのと思いましたよね。違います。目的はイートインスペースでとあるものを食べるため。はい、こちら。西里の京漬物寿司。そしてお供は京都のクラフト梅チューハイ。この漬物寿司もインスタで見かけてめっちゃ気になってたの。漬物寿司は多分食べるの人生初な気がする。ちょっと動画じゃ伝わらないかもなんだけど、めっちゃ華やかです。はい、本日何度目かわからない乾杯。ガツンとうめーって感じの梅チューハイ。いただきます。一口目は大好きなナスからいっちゃおうかなーと。いただきます。
口に入れるとほんのり甘くて、後から来る酸味がまた絶妙。これは日本酒欲しくなる味。こちらは大根。シャキッとした歯ごたえ。酸味がしっかりしてるけど塩気は控えめで酢飯とすごく合う。漬物だからギラギラした派手さはないけどちゃんと印象に残る。こういう余白の美味しさが京都っぽいなーなんて思う。最後の一つはしば漬け。口の中がキュッと引き締まって全部の味がまとまる感じ。まるでコース料理の締めみたい。最後にぐいっとチューハイ監修。ごちそうさまでした。そしてデザートタイム。選ばれたのはみたらし団子でした。いただきます。外は軽く焼けて香ばしいのに中はもっちもち。そしてタレがね、甘すぎない。しょっぱさの中にちゃんと深みがある。こういうのって冷めても美味しいけど、やっぱり焼きたてで食べるのが一番うまいよね。ごちそうさまでした。ってことでこの後はスタート地点の日本酒へ舞い戻り、お土産の日本酒買いに来たのですが、帰りも4種類くらい飲ませていただきました。ってことで以上、嵐山ほろ酔い散歩でした。いやいや、今回の京都帰省はこれで終わらない。まだまだ京都ならではのとこ行きたいってことでね、嵐山翌日はポント町へ、納涼床でお食事です。立ち寄ったお店はこちら、四季吉名さん。納涼床の雰囲気はこんな感じだよ。この時間のお外なので画面が少々暗いのはお許しください。今回は和食のお店をチョイスしたんだけど、ギリギリまで和風イタリアンのお店と悩んでたの。でもせっかく京都だし、床だしってことで和食チョイス。乾杯。一杯目は安定の生ビール。はい、前菜がやってきた。ルンルン気分でいただきます。水菜としらすのおひたしはシャキッとした水菜にしらすの旨味がじんわり。初めて食べるさつまいも豆腐は口に入れるとほろ甘くて滑らかな舌触り。これはちょっと忘れた。お椀物はムカゴがアレルギーで食べれなかったのでお魚に変更していただきました。香りがふわっと立って口に含むとお魚のホクホク感がじんわり。お出汁もとっても上品で体にスッと入ってくる感じ。続いて鮮魚4種盛り合わせ。舌の上で魚の甘みと旨みがはじける。ビールをサクッと監修して柚子チューハイ。そして肉料理、牛ハラミステーキ。ジューシー柔らか、お酒にも合うし、こりゃ幸福度高まる。そしてこちらは、はい、開けるよ。じゃーん、タイと湯葉の湯豆腐。そしてここで日本酒登場。湯豆腐目の前に日本酒をクイッと。お鍋から湯気が立ち上ってきて、香りだけでも癒される。まい。だしと絡めると、口の中で優しく一体化する感じがたまらんです。こりゃもう言わずもがな、
日本酒しか勝たん。そして締めはサーモンの押し寿司。いくらのせ。ゆずチューハイをぐいっと監修しましたら、最後のデザート杏仁豆腐。杏仁豆腐って久々に食べるとうまーってなるよね。お腹も心もゆったり満たされました。ごちそうさまです。この後は夜風に当たりながらポント町をお散歩しまして、その後はバーに行きまして、お酒をたらふく堪能しましたとさ。ってな感じで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録&高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。終わり。